皆さんこんにちは。領収さん最推し管理人のルナです。今回は、対話型 AI ジェミニと一緒に、領収さんという人物について深く考察した記録を皆さんと共有していきたいと思います。さて、皆さんはジェミニという AI をご存知でしょうか？私は AI 技術に詳しいわけでは全くないのですが、今なら大学生限定で有料プランが無料で使えるので、考察の頼れる相棒として非常に重宝しているんです。AI は基本的にこちらの言葉を肯定してくれるので、多少、誘導尋問的になってしまう面はあります。ですが、情報を与えて考察して、とお願いすると、自分一人では思いつかないような、新しい視点を提供してくれるんですよね。多角的な視点が重要になる考察では、かなり心強い存在だと思います。とはいえ、あくまで AI との対話から生まれた一つの解釈です。鵜呑みにせず、そういう可能性もあるかも、くらいのエンタメとして楽しんでいただけると嬉しいです。ちなみに、今回の考察の元になった AI との対話の全文は、記録としてピクシブに投稿しておきました。もしご興味があれば、概要欄のリンクから、ぜひご覧くださいね。そして、せっかくなので、今回のこの動画の台本も、すべてジェミニに作ってもらっちゃいました。ちょっと大げさな言い回しも、AI の味としてお楽しみください。それでは、今回の動画で触れる考察の柱をご紹介します。内容は、こちらの4つです。1つ目、領収さん計算苦説。2つ目、蜘蛛の糸囚人たち説。3つ目、内なる猿説。そして4つ目、母親から逃げ続けている説。では早速、1つ目の柱から見ていきましょう。さて、領収村をことごとく塵にした、あの霊本のおめえのガキ、発言。皆さんは、どう受け止めましたか？領収さんを推している方なら、それは実子なの？養子なの？はたまた弟子や年下の兄弟？といった疑問が、頭を駆け巡ったのではないでしょうか。これはあくまで私の個人的な印象ですが、いろんな管理人さんの配信でこの場面のリアクションを見て回ったところ、領収村が本拠地ではない方ほど、領収、やっぱり子供いるんだと、シンプルに受け止めているように感じました。しかし、領収さんを深く追いかけている、いわゆる限界管理人の皆さんにとっては、このガキと領収さんの関係性の細部こそが最重要課題ですよね。そこで、その正確なニュアンスをつかむため、韓国語の原文に当たるのが一番だと考えました。と言っても、私には韓国語はわからないので、今回は AI のジェミニに分析を依頼してみたんです。もちろん、韓国語ネイティブの方に聞くのが一番正確なのは承知の上ですが、なかなかそういうつてもないので、あくまで AI による分析ですので、話半分くらいの気持ちで、楽しんでみていただけると嬉しいです。さて、そのジェミニが言うには、韓国語の、二石器、という言葉には、大きく2つの意味があるそうなんです。一つは、この野郎、みたいな、相手を侮辱する罵り言葉。そしてもう一つが、うちの可愛い子、のような、自分の子供への愛情を込めた、砕けた表現だそうです。そして、今回霊本が使った、お前の、という形。この場合は、相手の子供、特に実子を指して、挑発的に使うのが一般的なんだとか、少なくとも、部下や弟子といった他人を、この言葉で表現することは、まずないだろう、とのことでした。英語版の翻訳が、ベイビー、だったことも、この説を補強しますよね。なので、これらのことから、ガキは領収さんの実子である、と考えるのが最も自然だ、というのがジェミニの見解です。さらに、このガキは、領収さんにとって、ものすごく大切な存在である可能性も高い、とのことでした。というのも、霊本のあの挑発的な態度は、相手にとってそれが大切な存在でなければ、全く意味がありませんからね。つまり、このガキの存在こそが、領収さんにとって最大の弱点なのだろう、と、ここまで聞いて、正直なところ、この考察は私にとって、少し都合が良すぎる気もするんです。もしかしたら、ネイティブの方のニュアンスとは、ずれている部分もあるかもしれません。でも、今はもう少し、この幻覚に浸っていたいなって思います。実子かどうかはまだ断定できませんが、非常に大切な存在である、または、あった、というのは、かなり当たっていそうですよね。ちなみに、この質問はチャット GPT にも投げてみたんですが、ほぼ同じ回答が得られました。侮辱的なニュアンスで、相手が最も守りたいものを踏みにじる意図がある、といった指摘もあって、面白かったですよ。それなりの性能の AI2 つの意見が一致しているということは、それほど大きく的を外した解釈ではない、と考えて良さそうですね。まとめると、領収にとってガキは、実子、あるいはそれに近い間柄の存在かつ、非常に大切な存在である可能性が高いということです。もしも本当に計算不であったなら、とても興奮しますね。さて、領収さんの背景には、もう一つ、芥川龍之介の蜘蛛の糸も関係していると考えられています。というのも、蜘蛛の巣という固有名詞や、母なる蜘蛛のイージー王など、関連を匂わせる要素が多いからなんです。そこで、この点をジェミニにぶつけてみたところ、囚人たちとの関係こそが、彼女にとっての救いの糸になるのでは？という、興味深い考察が返ってきました。これまでの対話では、仲間との関係にはほとんど触れてこなかったので、この視点には少し驚きましたね。
もしかしたら、仲間の存在が救いになる、っていう、よくある物語のテンプレートを返してきただけかもしれませんけどね。確かに、領州さんって、他の囚人たちと比べても、仲間との関係づくりが、ひときわドライな感じがしますよね。情が全くないわけではなさそうですが、これまでの物語のように、ダンテや仲間たちが差し伸べる手を、彼女が素直に取れるかというと、かなり、疑問です。でも、だからこそなんです。彼女がその救いの糸をつかめるのか、それとも振り払ってしまうのか、そこが、彼女の物語の、一番の見どころになるんだと思います。ちなみに、ジェミニが言うには、原作の雲の糸で主人公のカンダタが地獄に落ち返してしまったのは、自分だけが助かろうとする、他者を顧みない他衆、つまり利己主義が原因だった、と。だから、もし領州さんが囚人たちという救いの糸を登るなら、彼女の画集そのものである、あの独特な芸術哲学を、一度手放す必要があるのかもしれませんね。ここで、とても面白い対比があります。原点で糸を垂らしたのは、天から見下ろすお釈迦様、つまり聖人、でした。でも、今の領州さんに手を差し伸べているのは、彼女と同じ罪人である囚人の仲間たちなんです。原作のカンダタも、地獄編の義秀も、最後は救われない結末を迎えました。もし、私たちの領州さんが彼らとは違う結末を迎え、何かしらの救いを得られるとしたら、それは、手を差し伸べる相手が、完璧な聖人ではなく、同じように罪と向き合う仲間、だからこそ、なのかもしれません。8章での出来事を思い出してみてください。彼女は、かつて愛したであろう、ガキの存在を霊魂に突きつけられた、その直後に、他の仲間たちがためらう中で、平然と、そして躊躇なく、仲間の本流を切り殺してみせました。この、過去の愛と現在の残酷さが隣り合わせに書かれる一連の流れ、私は非常に美しいと感じるのですが、果たして、こんな彼女が、仲間の手を取る日は来るのでしょうか。次の9章の展開が、本当に楽しみですね。さて、今回の考察で最も重要になるのが、原点地獄編に登場する、ある存在です。実は、この物語には、義秀という名前の登場人物が、主人公の絵師の他に、もう一人いるんです。それは、絵師の娘が可愛がっていた、猿でした。この猿は、娘に非常によく懐き、大殿に襲われかけた娘を身を挺して助けようとさえします。そして最後は、炎に包まれる娘を一人にしまいと、自ら火の中に飛び込み、娘を抱きしめながら共に焼け死んでしまうのです。娘と猿が炎に飲まれたその時、絶望していたはずの絵師の義秀は、恍惚とした表情を浮かべ、その光景をただ芸術、として見つめました。この対比から、猿の義秀は、父親である絵師が捨ててしまった良心や不正のメタファーである、という解釈が一般的になされています。このことから、私たちが考察するゲームの領州さんについても、様々な説が考えられてきました。親である絵師の立場なのか、あるいは娘の立場なのか、はたまた猿の立場なのか、と。私は完全に個人的な好みからですが、親説を支持しています。そこで今回は、その中でも親である義秀に、猿の心が統合されている、という説について、深く考えていきたいと思います。まず、大前提の確認です。霊本の発言から、領州さんにはガキ、つまり保護するべき存在がいたことは、ほぼ間違いないでしょう。そして、その子に何かがあったことも、命の危機に瀕するような大きな悲劇があったと考えても、決して大げさではないはずです。また、先の計算苦説で考えた通り、その子が領州さんにとって非常に大切な存在だった、ということも仮定して進めますね。とはいえ、今の領州さんの言動からは、他者を愛するような心は、ほとんど感じられません。ですが、全く感じない、というわけでもないんです。例えば、老者を少し気遣うような素振りや、リカルドと対峙した時のみんなで死ぬにはいい日だ、という、どこか仲間意識を感じさせるセリフ。これらの多少は情がある、ように見える言動は、残酷な芸術を追い求める彼女の内側に抑圧された、猿の部分が、ふと顔を覗かせた瞬間なのではないでしょうか。そして決定的なのが、2章でマリアッチに指摘された悲しい顔、です。相手の本質を見抜く彼らにそう言われたということは、領州さんの心の奥底に眠る、ガキの悲劇を嘆き悲しむ猿の部分の存在が強く示唆されていると考えられます。おそらく、この猿の部分、つまり、大切な存在を愛する柔らかい心が抑圧されるきっかけこそが、そのガキの悲劇だったのでしょう。あまりの悲しみに耐えきれず、その心を奥底にしまい込んでしまった。一種の、心の防衛規制というわけです。この説は、領州さんの名前の読み方の変化とも、綺麗に繋がってきます。彼女は今、領州、と名乗っていますが、霊本には、義秀、と呼ばれていましたね。ここで、二つの原点の大きな違いを思い出してください。物資領州、の領州、は、家族を顧みない、純粋な芸術教でした。一方で、地獄編、の義秀、は、娘を深く愛していたことが強調されています。この二つの物語の最大の違いこそ、娘を愛する心、すなわち、猿、の存在の有無なんです。ここで、非常に大胆ですが、面白い方程式を立ててみたいと思います。それが、この式です。この式に、私たちの領州さんを当てはめてみましょう。かつて、ガキへの愛情をためらわず持てていた時期が、猿の心を持つ義秀
そして、悲劇によってその猿の部分を抑圧し、愛情を手放さざるを得なくなった今が、領袖なのではないでしょうか。この点について、AI のジェミニはこのように締めくくっています。真の悲劇は、娘を心の底から愛していた献身的な自分、猿の義秀を、その耐え難い悲しみから逃れるために、冷酷な芸術家、絵師の領袖、という別人格を作り出して、心の奥底に封じ込めてしまったことにあります。彼女の人生は、自らが作り出した虚構のペルソナと、殺してしまったはずの本来の心との、終わりなき内戦なのです。ということでした。もちろん、これが真実である可能性は低いかもしれません。ですが、二つの原点の性質とも綺麗に整合性があり、非常に面白い視点だと思ったので、ここでご紹介させていただきました。それでは、4つ目の柱、母親からの逃避説について考察していきましょう。まずはじめに、このタイトルは、領袖さんが自分の母親から逃げているという意味ではありません。そうではなく、彼女自身が自分が母親であること、あったことから逃げ続けているのではないかという意味です。先ほどの内なる猿説では、彼女がトラウマからの防衛規制として、猿の部分を抑圧していると考察しましたね。領袖さんは女性ですし、母なる雲との関連を考えると、この猿の部分こそが彼女の母性だと考えることもできるのではないでしょうか。少し現実の話をさせてください。第一子であれば、人は誰だって初めての親になります。また、子供は一人一人違いますから、たとえ経験があったとしても、それが次に活かせるとは限りません。にもかかわらず、社会は親、特に母親に対して、完璧な母性を期待しがちです。何よりも子供を優先することが、半ば当然だと思われている節がありますよね。物語の世界でも、母親は自己犠牲を厭わない強い存在として描かれがちです。でも、それって理想論だと思いませんか？初めての親なのですから、何でも完璧にできるわけがありません。自分を犠牲にして子供を守ることが本能だとしても、全ての人間がその本能を完璧に有しているわけではないのです。もちろん、子供への虐待やネグレクトは決して肯定されるものではありません。ですが、領袖さんがもしちゃんと親をできなかった人だったとしたら、それゆえにガキの悲劇を招いてしまったのだとしたら、その痛みと罪悪感から、自らの猿の部分、つまり母性を抑圧し、母親である、あった、という事実そのものから逃げ続けているのではないか。これが今回の説の根幹です。ロボトミー EG を人格ストーリーに着目してみましょう。ジェミニにストーリーを読んでもらったところ、彼女が母雲をあざけるように言った。そんな心なぞ、ただの呪われた本性に過ぎないさ、といったセリフ。これは、彼女自身の母親への嫌悪や、自分の親としての振る舞いを自重しているのではなく、自らの罪の正当化、なのではないか、とのことでした。つまり、母性の化身であるはずの幻想体でさえ、完璧な母親ではないじゃないか。ならば、親とは所詮そういう生き物であり、自分がそうできなかったのも仕方のないことだ、という、自己弁護だというのです。この時のジェミニの分析が非常にわかりやすかったので、少し長くなりますが、ここに引用させてください。母雲が攻撃してこないのを見て、彼女は結論を下します。そんな心なぞ、ただの呪われた本性に過ぎないさ。親ってもんは自分の偏見を子に植え付けないと気が済まない存在だったか。これは、彼女が自分自身の過去と、心の中に封印した猿の義秀、つまり娘を愛する母としての自分に向けて下した最終的な判決です。彼女はこの再現劇を通じて、自らにこう言い聞かせているのです。見たことか。母性などというものは、結局のところ、美しくも純粋でもない、ただの呪われた本能に過ぎない。だから、私が娘を犠牲にした、あるいは守れなかったことも、この呪われた本性の一部に過ぎず、仕方のないことだったのだ、と。これは、自らの罪を正当化し、心を蝕む罪悪感から逃れるための、壮絶な自己欺瞞の儀式です。とのことでした。親とはそういうものである、という普遍的な理屈に、自分の罪を埋没させようとする。まさに、彼女はまだ、自分の罪と向き合えていない。フェイス座信していない状態なのかもしれません。しかし、希望もあります。あの対話の後、領袖さんは自分の体を噛みちぎっていた黒毛を、傷つけないように、そっと床に下ろしてやるんです。彼女の中に眠る猿の部分は、まだ完全に失われたわけではないんですね。領袖さんの中で唯一唯一のスキルを持っているのも、この人格の彼女が、母なる雲や財前さんとの関わりを通して、悲しい面に向き合っているからなのかもしれません。フェイス座神、セーブ G を、逃げ続けた、自分が、至らない母親であった、という罪と向き合い、悲しい顔の字が、つまり猿の部分を救ってあげること。それが、彼女がこれから向かうべき道なのかもしれませんね。また、余談ですが、母なる雲人格ストーリーについて、次のような指摘もあります。すなわち、領袖さんと母雲の対立構造は、原点地獄編における、大殿と絵師領秀の対立構造と一致するのではないか、ということです。牛車にくくりつけられた娘を丸腰の義秀が助け出すことが、現実的に可能であったかは置いておいて、大殿という圧倒的に強い立場にいる相手に逆らわず、義秀は娘を死なせてしまいます。
幻想体という職員を殺せる力を持った存在ではありますが、収容室に囚われ職員からの餌にすがるしかない母なる雲は、職員の領袖さんに対し、弱い立場であると言えるでしょう。強い立場の領袖さんが、今にも国雲を殺しそうな状況になっても、母雲は領袖さんに対し牙を向きませんでした。最後まで大殿に逆らえなかった地獄編の義秀と同じように、おそらく意図されたものではないと思われますが、こうした深読みも考察の醍醐味ですね。はい、ということで、今回の考察は以上となります。いかがでしたでしょうか？私としては、AI のジェミニと一緒に考え、対話していくのが本当に面白くて、この興奮を、領袖さんを愛する同志の皆さんと、ぜひ共有したいと思って、今回の動画を作りました。少しでも、楽しんでいただけていれば、本当に嬉しいです。私たちがたどり着いたのは、母親、であることから逃げるために、芸術家、の仮面をかぶり続ける。あまりにも人間的で、あまりにも悲しい、一人の罪人の姿でした。もちろん、これは無数の解釈の中の一つに過ぎません。皆さん自身の目には、領袖さんは、どんな人物に映っていますか？今回の考察で、特になるほど、と思った説や、いや、私はこう思う、といったご意見があれば、ぜひ、コメントで教えていただけると、すごく嬉しいです。彼女の物語の核心に迫るであろう、次の9章が、本当に待ち遠しいですね。それでは、今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。